分はすごくそのブロンズっていうものに惹かれたというかね、見入られたんですね。でブロンズを通して現れてくる形をとことん追求しなきゃいけないなって、形がこれから充実していこうという形を予感させるような形、これからこう形をなそうとするその直前の姿っていうのが僕を充実させる。私学生時代っていうのが70年代の半ばから後半にかけて過ごしたんですね。でその時代というのはですね、日本でいうとモノ派、それからコンセプチュアルアート、それからアメリカのミニマリズムの影響を受けた絵画あるいは立体作品が隆盛を極めてた時代で、一方でですね、学校ではですね、授業の中で塑像っていって粘土でね人体あるいは首を作るというそういうことをやってました。でそれが基本として教えられてたわけですね。その時に強く感じたのは、なんか学校で教わってるような彫刻というものの成立する時代っていうのはもう終わっちゃったんじゃないかな。で、2年の時にですね、粘土でそれを作って石膏にしてっていうんでは気が済まなくてですね、ブロンズまで彫刻がやるべきなんではないか。で仲間たちと学校の隅に掘っ立て小屋を勝手に建ててブロンズを始めたんです。で一方でモノ派の人たちに特に興味を持ったというか、作るっていうことを否定したような美術、全く違う世界なわけですね。一方でブロンズ溶かすの面白くてしょうがないというね、美術雑誌あるいは画廊で現代美術というものがどういうものであったかというのを知るようになって、なんかこう自分の中でずっとなんか分裂状態がずっと学生時代続いてました。でもともと私はね、火遊びが好きだったんですよね。小さい頃焚き火が好き、それからあと土管の中になんていうかな、アジトみたいのを子供の頃作って、そこでいろんなものを燃やすのが好きだったんですね。でボール紙でできてるなんか自分たちでボール紙で戦車みたいなのを作って、そこで燃やすとね、火の中でどんどん黒く焦げてついに灰になって形が崩れていくというね、その過程がすごく好きだったし、大学に入ってそのブロンズというものを初めて、これはもう究極の火遊びだって、こんな面白いもんないやって、で最初お金がないんでくず屋さん行ってフランジとかバルブみたいなくずを買ってきて、それを溶かすんですけどね、ブロンズってそうやって他のいろんな形をしたものを溶かすわけです、くずですから。そうするとなんかバルブとかフランジみたいな形がね、だんだん真っ赤になっていって、そしてある時突然プッと消えるわけですね。溶けて液体になって消えるんです。その液体になる瞬間なんていうのはね、すごく自分は美しいといつもその瞬間を見逃すまいとして見てるのが好きだったんですね。である時に形が崩れる、その崩れるなんかね、崩壊する美しさっていうのをすごく今でも金属溶かしてて感じるんですけども、でだんだんモノ派とかコンセプチュアルアートとかそういうものがね、今度つまんなくなってきたんですね。新しく何か始めなきゃいけないんじゃないかなって。でも何から始めたらいいのか全然わからないんですね。でもとにかくブロンズが好きなんだから、もう鋳物屋さんに就職するしかないなと思って、もうブロンズのことなら全部何でもやってやろう、知ってやろうと思って、で何かとにかく一から始めなきゃいけないんだなって思ったわけです。一番最初に始まった作品がシリウスというシリーズの作品なんですね。でね、彫刻とは何かっていうのをね、その当時真剣に考えたんです。彫刻っていうのはね、それ自体で存在するものであって、何者にも依存せずに何かと何かによって作られてるものじゃない、単一性を持っているもので、型を取りますよね。でそこに金属を
溶けた金属を流すのに湯道というものをこう作って、そしてそれを通してその彫刻の部分、彫刻になる部分に金属を流れるようにするんですね。である時ね、この湯道の形っていうのはこれが本当は何か最もなんかヒントになるんじゃないかなってある日思ったんですね。真ん中の部分が黒くなってますよね。でこれは金属をここで注いでる場所なんですね。湯口って言います。で2つの方向に伸びてる部分、これが湯道っていうんですね。でこの間にね鋳造するものがあるんですね。形があるんですね。でこれを湯道を切断してこの鋳造する本体を仕上げて、製品にするわけですけどね。でもこの形ってこれ一番シンプルで最もその単一性を強く示しているもんだなってある時に気がついたんです。なんかね、これだと思ったんですよね。2つの方向性を持ったものが1つのものとして作られている。ここに何か単一性っていうものを強く感じたんですね。でヘカテっていうのはギリシャ神話のね地獄の女神で、この場合はもう量として成立するんじゃなくて、量を逆に消極化するということを積極的に見せて線のようなものにしたかった時期なんですね。ベンヌバードって結構こう統合的な作品って言いますかね。ここにシリウスの構造があって、ここにこう2つに分かれるヘカテの構造があって、ここに円環がある、要するにここにベンヌバードの本体があるという塊をもっともっとどこまで減らせるかに挑戦してたんですけども、で最初はこういう単一性を持った作品を作ろうとしてたわけです。でね、今度量っていうものを考えようとしたんです。で木とか石っていうのは塊として材木屋さんに行くと木は売ってるし、でブロンズっていうのはねこんな棒で売ってるだけなんですね。それを溶かして塊にするんですね。で塊をまず人為的に作るっていうことを考えたわけです。でこれはね土を柔らかくしておいてそこに金属を流すと自分自身で重みで土を押しのけてある形になる。スパルトイっていうのは巻かれたものっていう意味なんですね。要するにブロンズを巻いたっていう。でなんか人型をしてますよね。これは作ろうと思ったんじゃなくて偶然にできたんです。でもその時に思ったのは土の中に潜り込んである形になるんですね。でもそれは偶然じゃないって思ったんですよ。これはねそのものにとって絶対になんかなんていうのかな、こうかけがえのないっていうかね自然的な何かがあってこういう形になったんだ。もうそうならざるを得ない、そしてそうなろうと思った意思があってそういう形になってる。だったらばその形の必然性をね削り出してやろうって気がついたんですね。今ここに並んでるこの5つはゴーレムシリーズっていうシリーズです。でゴーレムはねこれ旧約聖書で神様がこうアダムを作りますよね。で息を吹き込むとアダムとして完成するんですけど、完成する直前のそのアダムの土の塊ですね。未完成な状態のことをヘブライ語でゴーレムって言ってるそうです。でそれだと思ったわけですね。でねこれは鋳型の中の空洞に金属があふれ出たんですね。で空洞の中に流す形があるって気がついたんですね。ここにね黒い部分がありますよね。これこれが湯口なんですね。湯口って言われてる部分ですね。でこれなんかもこの裏側が黒いんですよ。これもこの裏側が黒くなってます。でここから金属を流して、ここはね空気に触れて固まった場所なんです。でここはね手つけないで残してあるんですね。でね結構僕にとって大事な場所なんですね。でここは酸化してこう黒くなってます。で空気に触れて金属が収縮していって、そしてこういうなんかデコボコデコボコっとしたような形になるんですね。でこれはねこの作品が地球上で作られたっていうことを示すっていう。で例えばねこれを宇宙空間に持ってってた時にこれをどう置いたらいいのかって、無重力の状態、それは見る人間との関係で決まってくると思うんですけど、これ自身がね地上ではどのように生込まれたかをずっとその痕跡を示し続ける。でそういうものっていうのはこの単一性の中に不可欠じゃないかと思ったんですね。
でここを何て呼ぼうかなって湯口湯口って言ってるのも変だから裸体って呼ぶことにしようって。裸体ってヌードですけどね。そして他の部分っていうのはみんな削られてますよね。でこれは舌ってねこの舌って呼ぼうって思ったんですね。ここを裸体でここが舌で、裸体は絶対こう触らないで下の部分を削って形を削り出してきます。私の作品これ無垢なんですよね。いくらでもこれ削れるんですよ。でもどこまでも削れるんだけどここでやめるって一体何だろうなんだろうなって考えて、でそれはこれから形をなそうとする。でその形をなそうとするなんか力がこの中に従事した時っていうかね、それがやめ時なんだなって思ったわけですね。形の完成を追っかけるべきではない。普通彫刻っていうのはね、ブロンズ彫刻っていうのは、もちろん彫刻家がやる方もいますけど、大抵鋳物屋さんに発注するわけですね。鋳物屋さんはそれをもうほとんどその作家の先生の気に入るように作るんですけど、形を要するに正確にまず写すんです。で原型通りに完成させるというように仕上げられてるんですね。私はねブロンズを形を置き換えとして使いたくなかったんです。粘土とか石膏とかろうで作ったものをブロンズにするだけだったら形の置き換えなんですね。ただ材料としてブロンズを使ってるだけになっちゃう。要するにこれから何か形が出現してくるっていう本源性ないんですよね、ブロンズには。でね、鋳造ってキャスティングっていうものではないものとして始めたかったからです。要するに形の置き換えとしてね。そうすると要するにできてくるものっていうのはねブロンズの塊なんですよね。無垢の塊なんですね。でブロンズを通して現れてくる形をとことん追求しなきゃいけないなって思ってったわけですね。これからこう形をなそうとするその直前の姿っていうのが僕を充実させる、そういう塊っていうのが自分を充実させるっていうのを一番最初に気がついたのがこれなんですね。エロースってこれギリシャの神話からこじつけ取ってますけどね、これを作る初めっていうのはやっぱりね金属をこう溶かして流した後に散らばるんですね。飛び散った金属が人の形をしてるんですよ。でそれをそのまま彫ってみたいって。でエロースっていうのはもう初めから人の形として彫るんだって言って鋳型を作るって。まず鋳型の上にね輪郭を描いて、そしてそこにこう彫るんですね。彫ってそこに流してそれを削り出したのがエロースなんですね。でこれも後ろに回ってみると黒い裸体の部分があります。でこの後ろの黒い形っていうのはこれが人の本当の姿を彫り出しの姿なんですね。初めに見えた人の形なんですよね。で私がやろうとしても本源的に人体を作るというね大陸の影響とか様式展開史の中で語られるんじゃなくて、日本においてなんか本源的にどう作られたのかというところになんかつながっていく何かを作りたいと思ってて、でやってるのがエロシリーズです。金属彫刻の始まりについてかつて論争があったということをある本で見つけたんですね。でそれは金属彫刻の始まりはカービングなのかキャスティングなのかという論争だったそうです。その本ではね紀元前4000年ってもうとてつもない古いエジプトの遺跡から出た鉛の彫刻を例に挙げたっていうかその事例を書いてあったんですね。でその当時いろいろな科学者が分析すると非常に鉛の含有量が多いっていうか純度が高い。でこれは偽物だろうっていうんで長い間その大英博物館の偽物の倉庫に入れられたそうです。でそれは再調査した報告書なんですね。でそれによるとその鉛の彫刻の表面を結晶の組織を観察するとなんとそれはキャスティングではなかったというのが分かったんだそうです。でそれでいっぺんにそれが本物になっちゃったんですよね。
でもし偽物だったらばね、それまでの通説が金属彫刻の始まりっていうのはキャスティングだっていう、でキャスティングのものしか実際出てなかったんだそうです。でそれ見た時非常に嬉しかったわけです、私としては。私もたまたま自分はキャスティングって言っても形の一回やってない。それはまず了解形成、了解を作るためにキャスティングをする。でも彫刻のねそのキャスティングは少なくとも裸体の部分として黒い部分として残すけども、下の部分っていうのは形になる部分っていうのはこれはカービングで作るというね。だから例えば佐藤忠良先生の作品で帽子をかぶった座像なんていうのはおそらく日本の国内に8つぐらいあると思うんですけど、それは複数のマルティプルの作品として作られてるからですよね。でも私の場合は1個について1つしかできないんですね。だからこういうものを厳選してこれで何個作りましょうというもんではないんですね。そういうのが少なくとも私のブロンズの作品と私以前のブロンズの作品との決定的な違いだと思います。自分にとって一番重要だった金属彫刻の始まりというのがね、キャスティングではなくてカービングだったっていうのはものすごく自分にとって勇気づけられたというか、で自分でやってることはかつてそういう時代の中でやられたことと同じなんだって思ったわけです。